どうもやってまいりました。私石山圭と申しまして、イタリアンのシェフをずっともう20年やっておりまして、ハーブティーをブレンドする技術をちょっと持ってるちょっと変わったものですが、どうぞよろしくお願いします。このチャンネルは基本的に料理の紹介プラスレシピの紹介プラスハーブティーの、ハーブの魅力ですねを、お伝えできればと考えておりまして、で今日37度です。暑いです。なんで、この暑い季節でもすっといける、すっと食べれる、料理のレシピをやっていきたいと思います。オレンジと普通の長ネギとスペアミントですね。これはお家で育てていただいてもいいですし、スーパーでも売ってます。とエビです。エビ、今日はボイルエビですね。とアンチョビです。さあやっていきましょう。まずエビですね。スーパーでもしエビとか買ったら生のことが多いと思うので、一回ちょっと火加えるんで、ネギは白髪ネギですね。なので下取って上も取って、ここの白いとこだけ使っていきます。でこれぐらい長さだったらだいたい4等分ぐらいして、でここに切れ目を入れると中が取れるんで、これ外していきます。でここの部分は今日は使わないんで、後でお味噌汁とかにしてください。で今日はオレンジ1個分でだいたい2人前のレシピでご紹介します。でネギもなんで1本使わないですね。だいたいこれぐらいの量でいいと思います。2分の1です。で、これを今から千切りですね。で辛みがやっぱりちょっとあるので、切った後に必ず流水でちょっとさらしてあげて、でそれから使うようにします。切るのうまいですね。プロでしょ、もう20年やってるからこちら、さすがです。ありがとうございます。でお水にちょろっとさらすと。でその間に次はオレンジこれ上と下あるんで取っていきます。流していったんです。ちょっと溜まったら一回じゃあ水切って、でもう一回溜まったぐらいでちょっと置いときましょう。5分ぐらい、はい。でオレンジはこれ上と下取ってこういう状態にしてから、こうやって皮むいていきます。これお家だとなかなかやらないかもしれないですけど、こうやってやると皮と薄いところがすぐ取れるんで、それ便利です。あんまり皮の方に身をつけないように。でこっちの残ったところでこう白いのを取っていくと。でそうこうしてる間にお湯沸いたんで、ちょっと一回弱火にします。こんな感じです。はい、半分に切って、さらにこれを3分の1で、さらにこれを3分の1にするので18等分ですね。こういう感じで、でこの中の白いところは気になるんだったら取ってもいいんですけど、別にそのまま食べれるんで入れちゃいます。こういう感じで。であとオレンジ、ものによって種あるかもしれないんで、その場合もきれいに取ってください。で、エビですね。エビはここの背わたのところにあれがあるんで、こうきれいにちょっとしてあげて、背わたこの黒いのですねあるので、これをきれいに取っちゃうと。これですね。取った方が美味しくなるんです。そうですね。えぐみがやっぱしあるんで美味しくないんで、これきれいに取りましょう。エビはボイルされたやつの方がいいんですか？いや、いいエビならいいエビほどいいんですけど、時期によっては甘エビとかね、もうそれこそボタンエビとかだったら美味しいけど、なかなかスーパーでボタンエビ売ってないと思うんで、普
普通のボイルエビです。ブラックタイガーでもいいし、これはバナメイかな。バナメイエビですけど、はい。まああるもので。あるもので大丈夫です。これ今5匹使って半分にして背わた取ったところです。こういう状態でそうこうしてる間にネギがこういう感じです。いい感じになって水気を切っていただいて、でここに入れちゃいます。でエビ茹でます。軽くもう半分にしてるんで、10秒20秒ぐらいかな。あんまり火入れると今度硬くなっちゃうんで軽く。強火ですか？中火ぐらい。これまあ中火でちょっと沸いてるぐらいで、火入ってきたら白くなってくるんで、そしたらもう OK です。これ揚げちゃいます。こういう感じで粗熱が取れたらここに今一緒にするんですけど、まだちょっと熱いんでその間にアンチョビを切ってしまいます。次アンチョビですね。これイタリアのやつかな。イタリアのよく多分スーパーで見るやつ、でこれをちょっとアンチョビ気持ち多めの方が美味しいです。というのは塩でほとんど味付けをしないで、アンチョビの塩分だけでどちらかというと味付けをするような感じなので、2人前オレンジ1個に対してアンチョビ6本ぐらい結構使います。でこのもともとこれオイルに使ってるんで、このオイル捨てちゃうとアンチョビ日持ちしづらくなっちゃうんで、これできるだけオイルにつけといて残りのやつを、で使う分だけ取ると。アンチョビはこのままあとざっくり切りです。ざっくり切り。これが残ってた方がいいんで、できればアンチョビのペーストとかよりもこのホールのアンチョビ買ってこうやって切ってあげたで入れると。身の感じがあった方がいいってことですね。はいはいはい。でさっきのエビですね。エビも入れます。でここで材料が全部揃いと思いつつも、ここでスペアミント出ました。スペアミントきました。はい。スペアミントとはそういやもうこれ話したらこれだけで多分3時間ぐらい喋っちゃうあれですけどスペアミントは鎮静作用、リラックスする働きです。主成分がカルボンっていう成分でできてて、それが要はリラックス作用につながると。なのでお茶として飲むのもすごくおすすめなんですけど、今日は料理に使うんですけど、あとは消化を促す働きとかも優れてたりとか、最近だと結構スペアミントを使う料理屋さんというかレストランとかも結構多いし、もともとのイタリア料理もスペアミントを使うレシピは結構たくさんあるので、なので意外となんか料理に使うイメージがなくて、なんかお庭で育てて生命力がすごい強い。だからちょっと育てるとバーってそこら辺にもミントだらけになって他のハーブがやられちゃったりするんで、なんでできるだけこうコンテナっていうか別でそうで育てた方がミントがいいと。育てやすいです。シソ科なんで、シソ科のハーブは基本的に育てやすいです。ローズマリーとかバジルとかは風通しと水やりと適度な日当たりあれば、そう枯らすことはないんじゃないかなと。これ今茎の部分もちょっと硬いんで取っちゃったんで、こういう感じですね。ミント。これはミント今蒸したミント蒸しただけです。茎のところ取って。はいはい。でこれをざっくりもうざっくりで大きめな感じで。でこれもオレンジ1個に対して今10枚12、3枚ぐらいを入れた感じです。これで材料で揃いました。エクストラバージンオイル、ちょっとこう高いところやった方がいいかな。はい、雰囲気大事だ。雰囲気大事だ。でオリーブオイルは別にスーパーで売ってるやつでいいです。スーパーで売ってるやつがいいんですけど、できるだけ高いやつの方がやっぱし美味しいです。なんか選び方とかあるんですか？イタリア産で
これは多分500ミリぐらい入ってると思うんですけど、一般的なのだと結構細いやつ300とか350とかで、まあ最低でも1000円以上するやつが目安かなと。ハード高いっすハードル高いですけど、でも結局調味料がオリーブオイルしか使わないというか、特にお塩ぐらいしか使わないんで、まああんまりケチらない方が美味しいの作りやすいかなと。で、今こういう感じでオリーブオイル入れて、他の具材が入って、で、これあとこうやっておマリネしていくと。じゃあこれで一品完成です。ちょっとじゃあ盛り付けちゃいましょう。これは夏なんでね、本当はこうガラスの器とかが絵的にいいんでしょうけど、ちょっとうちガラスの器がないんで、全部持ってもいいんですけど、ちょっと小綺麗にね。はい、どうぞ。一品目完成です。オレンジとエビ、長ネギ、アンチョビ使ったサラダにスペアミントが中に入っております。完成です。はい、一皿目完成です。はい、完成しました。エビとオレンジとこの細いの白髪ネギでアンチョビ使ったサラダにこの緑が今日スペアミントですね。スペアミント。ペッパーミントじゃないです。スペアミント。完成です。実食。暑いね。うん。美味しい。どうでしょう。美味しい。これお塩入れてないんですよ。さっきのこれ入れてないアンチョビこれだけで。アンチョビの塩気だけで。アンチョビの結構効いてます？効いてる。効いてる。アンチョビはね絶対多い方が美味しい。でスペアミントの抜ける感じと、このネギの風味とネギのこのちょっとシャキシャキした食感と、5分ぐらいでこのちょっとレストランクオリティ、まあレストランクオリティを作れるっていうちょっと自分で疑問に思ってたんですけど、これでも僕知り合いに行った時に師匠に教わった最初のレシピだったかな。オレンジとネギ使ったサラダ。まあ向こうだとウイキョウとかフェンネルってハーブ使ったりもするんですけど、今日フェンネルあんまり日本のスーパーだと売ってないんで、今日スペアミントで代用したんですけど、まあそれでもすごく美味しくできたんじゃないかなと。でやっぱスペアミントちょっと入れるのがコツというか、いやなきゃダメです。スペアミントないとこの料理は成り立ちませんね。ちょっとそんな感じでエビとオレンジ、長ネギの千切り、アンチョビ、スペアミントのサラダでした。美味しかったです。また次回なんか美味しいの作りましょう。よろしくお願いします。